こけしの第10次投稿から、約4年。それから時代は進み、その間も、ゲーム機同士の戦いは、常に続いていました。というわけで今回は、第10次に登場することのなかった、その後のゲーム機同士の戦いを紹介していこうと思います。よろしければご覧ください。2012年12月8日、任天堂より次世代機トップバッター、Wii U。ローンチタイトルに 2D マリオやモンハンを引っ提げて参戦。任天堂の得意とする年末に発売し、初週売上は約31番台となかなか好調。一方こちらは PS3。次世代機が登場してもひるむ様子はない。ソフト数ではこちらが有利、ということで攻撃に入る。ソフト数に押され被弾。しかし Wii U には全世代機 Wii との互換性があるため、Wii のソフト資産を受け継ぐことができる。勝破、Wii はすでに衰退しており、思ったほどのダメージが入らない。2012年は、Wii U の登場という形で幕を閉じた。任天堂、Wii 末期のソフト不足から脱するためには、Wii U にもヒット作を作り、ソフト会社を呼び込む必要がある。せっかくゲーム中にテレビを占有しないような優しい作りにしてあげたのだ。ソフトがなければ意味がない。そこで自社ソフトのピクミン3やニュースーパールイージー U を用意する。が、ピクミン3は、任天堂のまだ不慣れな HD ということもあるのか開発が遅れ、2013年3月まで発売が延期してしまい、ルイージ U も、販売本数11万本と、期待とは程遠い売れ行きとなってしまった。こんな調子で、本当に大丈夫なんだろうか？こちらは SCE、次世代機、プレイステーション4の開発も進み、一見順調に見える。が、SCE の様子がおかしい。SCE、またしても債務超過。一体どうしてだろうか。どこだ、どこに原因が。こいつ。こいつ。ビータの世界的売上不振や円安、ヨーロッパの不況などが合わさり、2012年の債務超過額は前回の債務超過の約7倍の772億円。これには株主も激おこぷんぷん丸。果たして、この状況から抜け出すことはできるのだろうか。こちらは前回勢いを失い、見せ場のなかった Xbox 360。しかし今回は、この状況を一変させられるソフトを、はるばるスウェーデンから持ってきたというのである。マインクラフト、Xbox 360エディション。海外で大人気の PC ゲームの移植作だが、中身がほぼ PC の箱丸は移植がたやすく好都合。そしてこのゲームの特徴といったらなんといってもその圧倒的な自由度。これを活かせば、自分の有利な世界を自由に作って戦うことができるのだ。脳内シミュレーションは完璧。さあ逆襲の始まりだ。たかが大物ソフト1本だけで反撃などと抜かし折って、PS3、2013年の発売ソフト数はなんと136タイトル。圧倒的な物量で攻撃の準備を始める。やばい、あんな攻撃をもろに食らったら確実に撃沈してしまう。どうすれば。そうだ。360には、あの得意な技があったじゃないか。今が使いどころだ。そう、360が選んだのは。そう、透明化だった。俺は空気妖怪のナンバーワンだと開き直る360。しかし、空気妖怪ですら、上には上がいるということを、この時は気づいていなかった。言わずもがなこいつだ、360、お前は海外ではそこそこ売れているだろう。しかし、私は海外でも空気を貫いている。と、薄さでも勝負に敗れた360。撃沈。唯一の活躍の場を奪われた360の引退をマイクロソフトは決断。それと同時期、ソニーもプレイステーション4をついに正式発表する。まずは2月21日、コントローラーやスペックなどが明かされる。PS3 のような独自アーキテクチャではなくパソコンで普及しているアーキテクチャの採用、8GB という当時としては大容量なメモリで開発のしやすさをアピールする。続いて5月22日、マイクロソフトはソニーに先んじて次世代機の外見を発表。Xbox One と名付けられたこのゲーム機は、
8コア CPU、8GB メモリなどでしっかりプレイステーション4の長所を潰しつつ、新型キネクトの付属や 4K 出力対応を謳う。そして6月10日の E3 でついにそれぞれの価格が発表される、2機種のゲーム機の値段が発表されるとあって民衆の期待は最高潮。Xbox One の価格は499ドル。それに対して本体も公表されたプレイステーション4は399ドル。余計なことをしなかったおかげで価格を抑えることができたのだが、ここで困るのはマイクロソフト。100ドルもの価格差がついてしまったのは、CPU を内蔵している上高機能になりコストのかさんだキネクトの付属によるもの。これにより、海外市場での展開に影響を与えてしまうことになる。ついに2013年の年末商戦がやってきた。ということは、ついにハードの後継機が。プレイ誰だお前。ゲームスチェック。12,800円という安さも驚きだが、最大の特徴は搭載している OS にある。搭載しているのは、なんとスマートフォンでよく使われる Android。しかも OS の開発はGoogle、スマホ OS でも世界シェアは約 80%。当時のスマホゲーム業界はパズドラのヒットを中心に、今に続く人気作が続々リリースされていた。それなら第2、第3のパズドラを狙うソフトメーカーも増えてくるのはもはや必然。そして開発者や環境が整った市場をそのまま据え置きゲーム業界へと持ってきたのがこのゲームスチェックなのである。ところでこのゲーム機、スマートフォンに必ずあるあれがないことに気づいただろうか。そう、タッチパネルがないのだ。操作がコントローラーのみで、タッチ操作を最大限活かした多くのスマホゲームは遊べず、ゲームスチェック専用のソフトもあるにはあったが、このゲームスチェックの開発がイギリスというのもあって国内の有力ソフトメーカーは結局集まらなかった。さらにスマートフォンの大型化で操作性が向上し、コントローラーはいらない子に、こうして何一つ他のハードに優位性を見せつけることのできなかったゲームスチェックは自爆。まだか、PS4 はまだなのか。しかし、SCE はこう考えていた。日本とは違ってアメリカでは Xbox 派かなり戦えるため、早期に大量の PS4 を年末商戦で売りさばきたいが、そこであの時のように製造が追いつかず本来売れるものを売れないとなれば、せっかくの PS4 の勢いに水を差すことになる。日本ではライバルである任天堂据え置き勢力はいまいち調子が出ておらず、PS3 はやっと調子の出てきた頃で、ソフト会社もしばらくは PS3 に居座ることになるだろう。これらの情勢を考えて SCE は、海外ではすでに発売されている PS4、なんと国内では来年の2月に出すというのだ。しかしそれは、日本市場を軽視することになる。果たしてこの決断は、吉と出るか、凶と出るか。しかし SCE はその代わりと言わんばかりに、新たなるハードを用意していたのだ。PS Vita、TV。スマホほどの小型さでビータのソフトがそのまま使える上、なんと Wii U のコントローラーの単体価格を下回る仰天価格を達成。ライバルハードのコントローラーよりも安いという洗脳法で攻撃の準備を始める。が、ソフトのラインナップに問題があった。ビータソフトは PS3 とのマルチタイトルが多かった。そして PS3 の方が高画質。それなら PS3 でよくね？ということでこのビータ TV。超小型漬物石として華麗なデビューを果たすことになってしまった。続いて動いたのは任天堂。以前より期待されていた 3D マリオ本編がついに完成。が、2013年に出たソフトが32本という末期のようなありさま。そんな状態では大きなダメージを与えられるわけがない。ハードの普及を牽引するようなソフトもなく、これ以上の攻撃は出ずに Wii U の出番は終了。任天堂、ソニー、マイクロソフトがしくじった今、世代交代の時間だ。と、最強の刺客が送り込まれる。G クラスター。随分ちっこいが、なんと PS3 以上の高画質を実現したというのだ。その秘密はクラウドゲーミングという最先端の技術。普通のゲーム機の場合、ユーザーがコントローラーなどの操作をした後、ゲーム機でゲームの処理をしてできた映像をテレビへと出力している。が、クラウドゲームの場合は今までゲーム機でしていた処理をサーバーで処理し、できた映像をゲーム機に送っている。こうすることでゲーム機にかかるコストを減らし、サーバーの強化で性能が上がるので買い替えも必要ないという画期的なもの。でもさっきのやつみたいに、ソフト不足で自爆するのがオチでしょ？と思ったら大間違い。なんとクリスマスにファイナルファンタジー7を、約1600円という激安価格で出すというヒット作戦を決行。真っ先に狙われたのは PS3、FF7 の主人公の名前、クラウドの力を持っていれば、FF7 が飛躍のきっかけになった PS ほどなら一撃で粉砕し、本当の意味でのファイナルファンタジーを迎えさせてやる。しかし G クラスターには重大な欠点がある。
先ほどクラウドゲーミングの仕組みを解説したが、G クラスターはゲーム機とサーバーの通信に遅延が生じ、最低でも 0.1 秒ほどのラグが生まれてしまうのだ。当然、攻撃にも遅延は生じる。そのわずかな隙をついて、回避することができるのだ。G クラスターは遅延の問題を最後まで解決できずに逆にダメージが入る始末。さらに斬新すぎて小売店への売り込みに失敗し、一般層の目に留まることはなかったのだった。この年は、ゲテモノ揃いの年となった。2014年2月、海外から3ヶ月遅れて登場、プレイステーション4。値段は PS3 発売時よりだいぶマシになり、約4万円、そして開発者に合わせた設計と、全世代の反省をしっかり活かしている。初週売上は約32番台となかなか好調。それから遅れること半年、Xbox One。こっちもこっちでアメリカでの発売から半年以上が経過しての発売と、マイクロソフト自身のやる気が微塵も感じられない。初週売上も約 2.3 番台と、先代の3分の1近くまで減少してしまう。そういえばさっきから出てる、テラフロップスってなんだろうと思った方も多いはず。ということでゲーム機の性能比較に用いられる、テラフロップスについて解説していきます。CPU の扱えるビット数や、記憶媒体の容量増加が頭打ちになり、今まで通りの性能比較が難しくなった現代では、とある一つの機能の理論上の性能を表す、テラフロップスという単位が使われています。ちなみにこれをゲーム機に当てはめてみるとこんな感じ。しかし性能を引き出すのが難しいと実際の性能と数値が大きく離れることもあるので注意しましょう。間は9台。と、一通り次世代機が出揃ったところで次回に続きます。